大学行かなくて、高校卒業して、就職をっていう子たちを2人うちで取らせていただいたんですね。今年君が自然栽培の技術を覚えてきて、みんなの健康は君が守るんだよと。なんでここであんな看板を掲げてソーラーシェアリング実験場とかやってるかっていうと、僕たちはエコアイランド宮古島宣言 2.0 に寄与したいってずっと考えてるんですね。宮古島の使用電力の 50% を太陽光と風力で2050年までに賄うっていうことを2009年から決めてるわけですよ。でも島の土地って7割が農地なんですね。農地は農業振興地域もそうですけど、農地は基本的に宅地に返還はなかなかできないんですよ。だから土地を見つけて太陽光をやるっていうのはまず難しいと。で、山とかそういう自然壊してまでやるのは僕たちはあんまり好きじゃないので、じゃあどうするのって言ったら、その農地の上でやるっていうことが今これ実は日本初ですごくポピュラーになり始めてるんです、世界中で。これで島の7割が農地だったら、そこをソーラーシェアリングでやって電気を発生させたら 50% の電力を賄うってことは可能なんじゃないですかって市長さんや農業委員会さんにお話をしに行っています。そうすると決まってですね、誰も成功させてないと。宮古だけじゃない、沖縄県で成功させてる人なんか聞いたことがないって言うんですね。いや、そんなことはないですと。だって内地ではみんなやってるじゃないですか。内地でみんなやってるのなんでできないんですかと。いや、そんなこと言われてもやれないものはやれないと。大事な農地をソーラーシェアリングなんかにするってことはできないと。なぜそういうこと言われるかっていうと、農地は農点かけれない。農地を他の雑種地だったりだとか宅地に変えれないと。ソーラーシェアリングをやるときってどうするかっていうと、この150パイじゃないですか、ここだけを農点かけるんですね。あそこだけを農点かけるわけです。150パイで全体を農点かけさせないわけですね。それでもう太陽光だけやって逃げるというような業者を防ぐっていう役割があると思うんですけども、これが今は10年に1回の見直しになったんですけど、下でちゃんと農業をやってないといつでも取り消せるよと。こんなの全部ゴミだってお上から言われたら従わなくちゃならないっていうルールになってるんですよ。で、僕たちが考えるのは、沖縄とか宮古島、もちろん本土でもそうですけど、うまくいかなかった人たちっていうのは素人が農業をやったと思うんですね。この太陽光も素人がやったら多分この間の台風で飛んでると思うんですね。この下のこの農地も素人じゃなくてプロに、こちらでおじいちゃんおばあちゃんで、例えば今回先ほどお話しした池間くんだったりとか、そういう農業を学んできて農業をなりわいとしている人たちを巻き込んで、この農業をやるんだったらその人たちにお願いして、こういう仕組みの方は僕らに任せてくださいっていうことを沖縄県で一番最初に完成させてやりたいんですね。で、市にお話しに行ったら、僕がこれぐらいの熱量で話をするので、一回面白いじゃないかと。だったら自分たちの知り合いのこういう太陽光のようなものが上にできたら日陰になるじゃないですか。で、日陰になったら助かる農業をやってる人を紹介するねとまで言っていただいて、今そこの見積もり算定をしている最中です。で、こんだけ上にですね隙間が空いてたら、下ってもちろん太陽って一方向からずっと照らしてるわけじゃなくて、東から西に落ちていく間に必ず日は当たるんですね。で、もっと言っちゃうと、稲とかですね、芋類とかっていうのはそこまで火はいらないんですよ。もう火が当たりすぎてもダメ。僕らが住んでる愛知県とかでは、自然栽培やってる仲間たちが本当に苦しんでます。高温だからですよ。夏もう40度近くなるから、もう稲が育たない、もう実がならないんですよね。そんな感じになっちゃってるんですよ。で、僕いつも言うんですよ、ソーラーシェアリング最高じゃないですかって。この下で稲を作ったとして何か影響があるっていう風に思えれますかみたいな。で、これを否定する人たちもいろんな考え方の人たちいると思うんですけど、僕はやっぱりエコアイランド宣言ですね、宮古島のこれに寄与したいと思ったら、まずこれをはっきり言って全然お金にならないし、お金出っ放しなわけですよ。せっかく稼いできても出っ放しになってる。だけどなんか役に立ちたいんですよね、宮古島の。これがね、僕がやりたい本当に3つの柱のうちの1つ。これを宮古島で成功させていきたい。で、農業も難しかったら、ね、農家の皆さんにお願いしたりとかですね、大先輩で二郎先輩っていうのがいるんですけども、無農薬とかですねオーガニックでやってる宮古島大先輩いるんですけど、その人たちのも
お力も借りながらですね、ここをなんとか完成させていきたいなと思っています。それともう一つですね、ここにカメラ回ってるよってあるんですけど、ここでできた電気っていうのをどうするかっていうと、やっぱりここでできた電気は一箇所に集めて、この中のこの電池の中に入れます。 17.3kW の電池、ここ沖縄電力から電気来てないですよ。この太陽光の力だけで一回この蓄電池の中に入り、それがこのクーラーを涼しいクーラーを回し、でもともとはですね、ここに250リッター1日でできる機械っていうのを置いてたんですね。置いてて、あそこちょっと名残があるんですけど、ここで250リッターの水を作り続けてたんですけど、今メンテナンスで一回名古屋に持って帰って、名古屋の本社でですね、毎日250リッターぐらいの水をこう作るっていうことをチャレンジし続けて、まあチャレンジというか普通にやるだけなんですけどね。で実際ここのスペースが空いたので、僕がいろいろなキャンプ用品だとかもバーベキュー用品っていうのを鬼のようにこう買い進めていると。たくさん友達来てくれるんで、今回も本当に9人10人ぐらいの友達が江口何やっとんだと言いながらこの宮古島見に来てくれるので、で Wi-Fi とかもね、全部これ太陽光ですよ。太陽光を蓄電池の中に入れてクーラー回して Wi-Fi 飛ばして、この JBL の大きいスピーカー知ってます？これでかいんですよ。これこの僕らのここの宮古テラス、ここがあるところって周囲 500m ぐらい何もないので、人の家とかないので、これガンガン音かけて外でバーベキューやってます。で大体ここはもう僕の遊び道具の箱になってますね。こんな感じで宮古テラスっていうのは僕の中でやっていこうと思っています。でまあこっからですね、ちょこっとずつこの農地で何かできたようだとかですね、こっから先こうやって進んだよとかですね、先にお話ししたクラス・ザ・ファースト、一つ目の僕たちのゼロエネルギーリゾートですね、そういうものをですね一つずつ作っていって、一個ずつ失敗もしながらですね成功まで持っていくっていう様をこのカメラの中に収めていきたいと思ってますんで、ぜひチャンネル登録してみてください。また動きがあって面白い映像をお届けできることを、頑張ってやれるように僕たちも邁進していきます。それでは今日のところはもう7時近くになりましたね。でもこんな明るさです。まだ最高です。じゃあみんなで飯を食いに行きますか。今日もありがとう。じゃあねん。この間下からネズミが入って7匹巣を作ってたってことです。じゃーんと江口ホールディングスグループという看板とブルーオーシャンカンパニー2つの会社の事務所をここに設けました。